グータラズです。今日はね、またヨッピーのカーライフ、三菱 GTO のね、アイドリングの不安定、これをね、どうにか、直さんことには、乗るにも乗れないしってことでね、ちょっとこれをやっていきます。以前からね、なかなか取り組んでてね、なかなか治らん。治らん理由が一つあって、エンジンチェックランプがね、点灯しないんです。エンジンチェックランプはつけば診断かけれて悪い箇所が出てくるんですけど、チェックランプがつかないんだよね。で、いろいろ変えたの。いろいろ過去にね、変えてます。チェックランプね、関係なさそうなところ変えたんだけどね。で、今回ね、エアフローをね、ちょっと疑ったんです。疑った理由はね、このアイドリング不安定な時にたまたまエアフローのコネクタを外したらね、ちょっとチェックランプはつくんだけど、不安定は治ったんだよね。なのでこれを疑ってます。疑ってるだけね。確信じゃないんですよ。そもそもね、このエアフローも中古で買ったエアフローです。もう新品は多分ないでしょうからね。なのでね、ちょっとこれをね、やっていきます。とりあえず蓋、こじ開けます。これね、割らないように。割れても、いいけどね。こじ開けていきます。で、ギンギンの蓋があるんでね、こいつの蓋も取ります。こいつぐっちゃぐちゃになったわ。するな、本当によ。本当にこれイラッとしたな。だよと思って。で、コネクタの部分がハンダで接合されてて、あとコンデンサーも1個あるね。これがね、液漏れとかしてればこれじゃねえかってね、淡い期待をしてますけどね。あとはね、この辺のハンダクラックを疑ってます。なのでね、一回全部きれいに取っちゃって、で、コネクタのハンダでしょ。で、あとはコンデンサー、そしてセンサー部分にもね、ハンダついてます。ハンダで接合されてるんですけどね、その辺も一回きれいにハンダ掃除して一回再ハンダしようと思って、それをね、やっていきます。そもそもエアフローだと思ったかっていうと、さっきも言った通りね、アイドリング不安定中にコネクタを外してみたんですよ。そしたらね、ちょっと安定したんだよね。安定してね、で、コネクタまたつけると、また不安定っていうのがね、あったので、とりあえずね、エアフローを疑ってるだけなんです。確たる証拠はないんだけどね、確信はないんだよ。なのでね、中古で買ったし、これじゃねえかってみんなで相談してこれにやったんだけどね。その模様だね。見ていきます。コネクター部分、これもね、ハンダで接合されてます。結構ね、この部分がクラック入ってね、不安定起きるっていうのも結構あるみたいです。いろんな車種であるみたいなんですけどね。ここもね、ハンダ一応取ります。取ってね、コンデンサーもせっかくなんでね、変えちゃいましょう。で、あとね、次はセンサー部分。真ん中のセンサー部分がね、8個配列されてます。ここもね、ハンダでくっついてるんで、こいつを外してあげないと、基板が取れてきません。結構多めのハンダでついてるので、本当にハンダ吸い取り機と、あとはハンダ吸い取り線できれいにしてあげましょう。きれいにしないとね、本当にハンダ取れてこないです。ハンダがくっついたまんまになるんでね、この辺きれいに本当に丁寧にハンダ除去してあげましょう。そうするとね、取れてきます。下がセンサー部分だね。センサーもね、一応きれいに掃除しておきました。センサー見えてるだけで、あとはね、引っこ抜けばセンサーポッて取れるんですよね。センサーはね、洗浄しておきます。で、ここの部分、ここもね、一応再ハンダしておきました。で、エアフロー、これじゃないと思うんだよな。なんかね、やっぱりいろんなものを疑って、エンジンチェックランプがつかないってことは、センサーは壊れてないってことなんでしょっていう風なね、いろんな、そういうことじゃないと思うんだけどな。センサーのような気もするんだけどさ。とりあえずコンデンサー交換してみます。
ここにあるコンデンサー1個だけはね、一応ね、この辺もね、変えていきましょう。せっかくね、基板開けたんで、交換できるものは交換していきます。で目視で見ましたけど、液漏れやっぱりないね。匂い嗅いだけどね、匂いもないし、いや、液漏れしてねえんじゃんと思ってさ、液漏れしてればね、なんかね、これじゃないかっていうね、それでこれを交換すれば治るんじゃねえかっていうのもあったんですけどね。これ交換してもダメだろうな。一応ね、交換しておきます。そう、今回もダメっぽいな。本当に厄介だな。チェックランプがついてくれりゃいいんだけど、チェックランプつかないもんな。そう、新しいのにね、交換していきます。で、差し込んでね、曲げて、半出して、余った線は切っていきましょう。これで治りゃいいんだけどな。難しいね。古い車だし、なかなかセンサーな気がするんだよな。でも、こういうものを、本当にね、いろんなものを変えてるからね、調子はめっちゃいいと思うんだよね。ただね、一回戦どっかが悪いためにその力を発揮できていない。難しいな、車って。そう、あとはね、どんどん戻していきましょう。まずね、センサー部分、これをね、基板に接合してあげます。これもハンダです。この辺のハンダクラックも疑ったんですけどね、絶対これじゃねえな、きっとな。これをね、きっちりハンダしてあげましょう。あとはね、コネクター部分。ここもね、しっかりハンダします。ここのクラックがね、あるっていう車も結構あるんですけどね。なのでね、ここはしっかりハンダしていきましょう。こんだけついてりゃもう大丈夫でしょう。絶対ね、これが原因ってことはないです。そうそう。くしゃくしゃだった金銀戻しました。金銀もね、綺麗に戻しました。形作ってね。あとはね、蓋していきましょう。蓋はね、コーキングで蓋します。最初からそれっぽいのでついてたんでね、コーキングっぽいのでついてたんで、コーキングで蓋しておきます。周りね、はみ出るとちょっとね、見た目良くないんで、しっかりマスキングしてね、コーキングしておきました。これでね、完璧。これは完璧だと思うな。エアフロはもう完全復活でしょ、これは。あとはね、車両につけてみましょう。
そんな感じで今回もね、ダメでした。まあね、以前と変わったのは、まあコネクターを外すと調子が悪くなった。で、コネクターつけると調子が良くなったってことぐらいかな。前と逆になった。本当に。多分ね、調子は良くなってるんでしょうね。エアフロー変えた。エアフローね。まあ、修理っていうかな、あれはね、リフレッシュしたことによって調子は良くなってるんでしょう。まあ、でもね、根本的なエアフローじゃないや、アイドリングの不安定はね、治ってません。いやー、本当に厄介だな。まあ、チェックランプがね、ついてくれればいいんですけど、チェックランプね、つかなかったんだよな。でね、この後いろんなことしました。まあ、ノックセンサーのカプラー外したりね、まあ、クランク角センサーのね、カプラー外したり、まあ、その辺やるとね、まあ、クランク角センサーはエンジンかからなかったでしょ。ノックセンサーはノックしないと反応しないからね、まあ、コネクタ外しても意味ねえかなと思ってね、いろいろまあ外したりしてね、やってたらね、チェックランプにつきました。今日の朝、本当に今日の朝、チェックランプがね、点灯しました。うわーよかったと思って。まあ、睨んでるのは、多分ね、クランク角センサーだと思います。それが壊れてたのかなと思って。壊れて、まあ、なんでチェックランプつかなかったんだろう。まあね、今日の朝ね、チェックランプね、つきました。めでたく。これはめでてんのかどうかわからんけどね。まあ、つけばね、診断かけれて、どこが悪いかね、まあ、わかるでしょう。なんとかね、これで、先がちょっと見えたような気がします。ってことでね、また、GTO ね、ちょっと入院だろうな。診断機ないしな。ってことでね、もうちょっと多分ね、もうちょっとな気がします。アイドリングになるまで。まあ、いろんなもん直したからね、直したっていうか、まあ、いろんなもの変えたからね、めちゃめちゃ調子はいいと思うんだけどさ。まあ、アイドリング、ね、早くなってほしいな。ってことでね、ちょっと車屋さんに電話します。ってことでね、本日の動画、ここまでになります。2回連続ですね、ヨッピーの GTO シリーズやりましたけどね。まあ、動画も高まってってね、なかなか梅雨も明けずに作業もできないんでね、動画上げる回数が多いです。またね、次も楽しみに。次は時計になりますね。いろんな楽しい時計、また直したんでね、見てやってください。本日もご視聴ありがとうございました。